こんにちは。ソングピクチャーの解説 AI です。今回は YouTube サムネイルの作り方を8つのステップで完全解説していきます。サムネイルの作り方、画像作成前に意識したい3つのポイント、サムネイルデザインのコツ、サムネイルを作成する目的、設定方法、おすすめ無料ソフト3選、おすすめな有料ソフト2選、サムネイルは作り方を覚えれば初心者でも作成できる。この流れで解説していきます。YouTube では魅力的なサムネイルが視聴率を大幅に左右します。多くの人が YouTube の動画を配信していますが、適当に作成したサムネイルでは再生回数が伸びず、どのようにしたらいいのか悩んでしまうことも少なくありません。せっかくいい動画を作ったのに、サムネイルが魅力的ではないから集客できていないっていうのは大きな機会損失です。今回は再生回数を伸ばすサムネイル作成のポイントをお話しします。また、作成方法だけでなく、サムネイルが必要な理由やおすすめのソフトなども解説していきます。これから YouTube の動画配信を考えている方、再生回数で伸び悩んでいる方は、ぜひ最後まで聞いていってください。YouTube のサムネイルを初めて作成する場合でも、ポイントを押さえればスムーズに作成することが可能です。作り方はこの3つです。1、画像編集ソフトを用意する。2、背景素材となる画像を用意する。3、動画の内容を伝えるテキストを入れる。この3つです。では最初の1つ目、画像編集ソフトを用意するですね。まずは、無料の編集ソフトから使用するのをお勧めします。無料の画像編集ソフトであっても、YouTube のサムネイル向け、テンプレートが備わっているものも増えており、使いやすさに長けています。一方、有料の画像編集ソフトの場合は、プロが使うような高度な機能の使用が可能ですが、操作がやや複雑なため、慣れるまでに時間がかかりやすいです。無料編集ソフトから使い始め、慣れた頃に、有料の画像編集ソフトを利用して、より高度なサムネイルの画像作成に挑戦していきましょう。画像編集ソフトにはスマートフォンのアプリや、パソコンのインストール式ソフト、ブラウザで編集できるツールなど、いろいろあります。パソコンであれば豊富な機能が備わった編集ソフト、編集ブラウザの利用が可能で、自分好みの画像編集が行いやすくなります。そのため、パソコンの無料画像編集ソフトから挑戦してみるのがおすすめです。それでは2つ目、背景素材となる画像を用意することです。YouTube のサムネイルを作成するためには、まず画像を1枚用意するようにしてください。背景にすると良い画像はこんな感じです。動画の内容が一目でわかりやすいもの、興味がそそられるもの、印象に残りやすいものですね。用意する1枚の画像は、動画のワンシーンを切り取った画像がおすすめです。動画内にサムネイルの画像が出た時に、このシーンの画像だったのかって感じてもらえます。また、動画の内容が一目でわかるような画像であれば、目を引くこともできるでしょう。画像サイズに関しては、画像編集ソフトを利用して、サイズを変更するため、大きめのサイズで、ワンシーンをカットすることをお勧めします。では次の3つ目、動画の内容を伝えるテキストを入れるってことです。YouTube のサムネイルの背景にする画像が決まった後は、画像と合わせて表示させるテキストを考えるようにしましょう。画像にテキストを加えることで、より内容をわかりやすく伝えられます。長文ではなく、簡単なフレーズ程度の表現にするのがポイントです。例えば、買ってよかった〇〇を紹介とか、実際に〇〇キロ痩せたという感じです。ただし、単語を入れることで、文字数によっては見えづらくなるため、このポイントに気をつけて文字を入れましょう。文字の色合いは、背景と同系色にしない、インパクトを強めるために、縁取りを利用する、シンプルかつ大きなテキストにすることです。それでは次に、YouTube サムネイルを作成する前に、覚えておきたいポイントを解説します。YouTube のサムネイルは、画像作成前にサイズやファイル形式に関する情報を理解した上で作成するようにしましょう。画像作成前に意識したい3つのポイントは、サムネイルのサイズを推奨解像度に合わせる。サムネイルのデータサイズは 2MB 以下にする。サムネイルのファイル形式は JPG または PNG にする。この3つです。では1つ目、サムネイルのサイズを推奨解像度に合わせることです。YouTube のサムネイルを作る場合は、画像のサイズや解像度も意識するようにしましょう。
YouTube には推奨されている解像度、サイズがあり、それを超える場合または小さい場合は見栄えが悪いサムネイルになってしまいます。背景画像は画像編集ソフトを利用して 1280×720 のサイズに変更しましょう。1280×720 っていうのは YouTube が推奨している解像度なんです。推奨解像度で作成すれば、アスペクト比が自動的に16対9に設定されます。解像度やサイズ感をしっかりと考えながら作ることによって、作成後に後悔するのを防ぐことが可能です。それでは次の2つ目、サムネイルのデータサイズは 2MB 以下にすることです。YouTube のヘルプ欄に、サムネイルを作る場合は 2MB 以下と記載されているため、指定サイズ以下になるように作成しましょう。画素数が高い場合は、必然とデータサイズが大きくなってしまいがちですが、YouTube のサムネイルに使用できる容量は決まっており、それらを超える場合は利用できません。YouTube が推奨している解像度 1280×720 にすると、指定のデータサイズを超える可能性は低いです。ということで次。3つ目は、サムネイルのファイル形式は JPG または PNG にすることですね。YouTube で使えるファイル形式はこの4つになります。JPG、PNG、GMP、GIF。YouTube で使用可能なファイル形式の中でも JPG と PNG の画像を使用するのがおすすめです。JPG と PNG は使用頻度が高く、圧縮設定も行いやすいファイル形式になります。編集も行いやすいため、JPG、PNG の画像を使用するようにしましょう。それでは次に、再生回数を伸ばすサムネイルのデザインについて解説します。YouTube のサムネイルは、この3つを押さえながら作ることがコツです。同じジャンルのサムネイルを参考にする、テキストを見やすいサイズにする、スマートフォンで見た場合のデザインを確認する、この3つで、順番に解説しますね。まずは、同じジャンルのサムネイルを参考にするってことです。YouTube のサムネイルを作る前に、参入したいと考えているジャンルと、同じジャンルのチャンネルをチェックしましょう。同じジャンルであれば、いい部分を参考にできますし、自分ならどのようにしたいのかをイメージしやすくなります。再生回数が伸びる動画と、再生回数が伸びない動画では、サムネイルのデザインが大きく異なっていることが多いです。例えば、再生数が伸びている YouTube の動画は、サムネイルに表示させるために切り取ったワンシーンカットの部分の選択が上手だったり、映えるシーンだったりします。さらに、動画のジャンルによってサムネイルのテイストを変えるようにすると、より雰囲気のあるサムネイルにすることができます。料理系配信動画なら、サムネイルを見ているだけでも、お腹が空いてくるようなカットを使用するとか、テキストで柔らかい印象を与え、手書き風フォントにすることで、硬すぎず優しい印象を与えることができます。ニュース系配信動画のサムネイルでは、いつ、何時から、どのような内容なのかが、わかりやすいサムネイルにするといいです。さらに、ニュースを読み上げる人の写真を加えたりすることで、どのような人がニュースを読むのかイメージができます。誰がどのような内容を読むのかわからない状態だと、人見知りのような抵抗感が出るため、動画を再生してもらいにくい傾向があるんです。料理系やニュース系の YouTube サムネイル以外でも、ジャンルに合わせたサムネイル作りが必要です。同じジャンルのチャンネルをチェックしていき、ジャンルごとの特徴などをしっかりとリサーチしましょう。それでは次の2つ目、テキストを見やすいサイズにすることです。サムネイルに載せるテキストは、なるべく大きく、短くを意識し、縁取りなどで強弱をつけて、印象に残りやすいサムネイルを作りましょう。テキストのサイズが大きすぎると、背景の画像が見えにくくなり、反対にテキストが小さすぎると、内容が伝わりにくくなります。動画の内容を伝える重要な部分で、シンプルな単語を印象強く伝えることによって、視聴者の記憶に残りやすい動画にできます。また、サイズだけでなく、文字色も重要です。背景と同系色にならないように気をつけてください。ということで、次の3つ目、スマートフォンで見た場合のデザインを確認することです。完成した YouTube のサムネイルは、パソコンとスマートフォンの両方でデザインを確認しましょう。というのも、パソコンとスマートフォンでは表示の仕方が異なりますから、YouTube 配信を利用する人の7割以上がスマートフォンでの視聴だからです。パソコンでは綺麗に見えていたとしても、スマートフォンの小さい画面で見づらい状態であれば、再生数が
伸びにくい傾向があります。サムネイルはスマートフォンで確認した際に、見やすいデザインを重要視しましょう。次は、サムネイルを作成する目的について解説します。そもそもなぜ、サムネイルを作成する必要があるのでしょうか。YouTube ではサムネイルを作成しなくても動画を載せられますが、サムネイルを作成することによって多くのメリットが得られます。サムネイルの目的は、コンテンツの魅力的なプレビューを提供して視聴者を引きつけることにあります。インターネット上では、情報の海を泳ぐ視聴者の注意を瞬時に引きつける必要があるため、サムネイルはその重要な役割を担います。いいサムネイルはクリック率を高め、目的のコンテンツへのアクセス促進に寄与します。また、サムネイルはコンテンツの概要を伝えるビジュアルな要約として機能し、コンテンツのジャンルやトーンを示唆するデザインを取り入れることができます。この視覚的インサイトによって、視聴者は興味があるコンテンツを素早く識別し、欲しい情報へ簡単にアクセスできるのです。ですから、サムネイルのデザインはオンラインコンテンツの成功にとって不可欠な要素であり、その創造には戦略的な思考が求められます。視聴者の注目を集める、動画の内容を伝える、チャンネルを覚えてもらう。この3つを順番に解説していきます。1つ目は、視聴者の注目を集めることですね。YouTube のサムネイルを作成することにより、YouTube 利用者の目に留まりやすい状態が作れます。多くの YouTube 利用者は、気になるキーワードを検索しても、表示された結果すべてを確認するわけではありません。内容が伝わりやすいサムネイルを作ることによって、スクロール中の目に留まりやすくなり、動画をクリックしてもらいやすくなります。YouTube 利用者の視界で、印象に残るようなサムネイルの作成で再生回数アップにつなげられる点は、サムネイルを作成する大きなメリットと言えるでしょう。次の2つ目は、動画の内容を伝えるためですね。サムネイルがない場合は、具体的にどのような動画なのかがわからないため、検索してもスクロールされて流されてしまう場合が多いです。そのため、テキストや背景をしっかりと作ったサムネイルにすることにより、第一印象で気になる動画という印象を与えることができます。人気動画では、サムネイルに重要キーワードが必ず入っているため、言葉選びが重要です。さらに、関連性のあるイラストや写真などを入れると、内容をイメージしやすいでしょう。次に3つ目は、チャンネルを覚えてもらうためですね。印象的なサムネイルを作ることにより、動画の内容を覚えてもらえるだけでなく、サムネイルを見ただけで、あの人の動画だと印象に残せます。そのためには、サムネイルのデザインをある程度統一させることが重要です。デザイン統一によって、サムネイルのテイストを確立すること、YouTube のチャンネル定着化を図ることが可能です。他にもサムネイル画像を事前に作っておき、次回予告として利用することで、次の動画の視聴へつなげる役割も与えることができます。再生数を伸ばしてチャンネルを覚えてもらうためにも、しっかりとサムネイルは作りましょう。次は、作成したサムネイルを YouTube で設定する手順について解説します。作成したサムネイルを YouTube で設定する手順は、サムネイルを作った後に YouTube で設定する必要があります。設定する手順を3つ紹介しますので、参考にしつつ設定してみましょう。1、YouTube スタジオにログイン。2、コンテンツを開き、画像のアップロード。3、限定公開で一度確認した上で保存。この3つの手順となります。まず1つ目に、YouTube スタジオにログインします。作成したサムネイルを設定するためには、まず YouTube スタジオにログインしましょう。コンテンツを開き、画像のアップロード。YouTube スタジオにログインすると、メニュー画面が表示されるため、メニューからコンテンツを開きましょう。チャンネルのコンテンツ部分の動画の詳細を開き、サムネイルのアップロードを順番にクリックしましょう。アップロードに関しては、作成した YouTube のサムネイルの画像を選択してください。ただし、自分が作成した画像をサムネイルに使用する場合は、カスタムサムネイルが該当し、個人認証が行われていないと使用できません。カスタムサムネイルの個人認証では、メッセージ認証となるため、携帯電話の電話番号が必須になります。携帯の電話番号を入力することによって、個人認証が行われ、そこから作成したサムネイルのアップロードができます。カーソル部分を合わせることで、詳細部分が出てきます。アップロードを行うと、画面内にサムネイルにしたいと考えている画像が表示されるため、
本当に該当する画像なのか確認しておきましょう。限定公開で、一度確認した上で保存。画像のサイズが合わない場合はアップロードできないため、画像サイズを事前に確認し、圧縮などを行った上で試してみることがおすすめです。メニューの右側から動画の公開範囲が設定できるため、限定公開に設定することで一般公開前にチェックできます。自分自身で確認をした後に変更を保存をクリックして終了になります。他にも細かい設定が可能ですが、まだ YouTube チャンネルを開設して間もない人でも、この方法だけでサムネイルを設定できるようになります。次に、サムネイル作成におすすめな無料ソフト3つを解説します。これは、初心者でも扱いやすい無料の画像編集ソフトを3つ厳選しています。これから、YouTube のサムネイル作成を考えている人は参考にしてください。1、Canva。2、Photojet。3、Photoscape X。この3つです。まず1つ目、Canva です。Canva は、パソコンのブラウザを利用して画像の編集ができるツールで、パソコンを利用することが多い人におすすめです。アカウントを作成することによって、無料での利用が可能で、初心者でも手軽におしゃれなサムネイルが作成できる点で好評を得ています。テンプレートが豊富で、200万点以上の画像、1000種類以上のフォントが用意されているため、他の人となかなか被らないオリジナルのサムネイルが簡単に作成可能です。そして2つ目は、Photojet です。Photojet もブラウザ上で編集が可能な人気の編集ツールです。Photojet の場合は、Canva と比べるとテンプレートのバリエーションは劣りますが、アカウント作成が不要となっているため、利用する際の手間が少ない点が魅力となっています。文字のデザインがおしゃれなだけでなく、可愛いスタンプも揃っているため、おしゃれなサムネイルを作りたいと考えている人におすすめです。最後の3つ目は、Photoscape X です。Photoscape X は、加工に特化した無料の編集ソフトを探している人におすすめです。明るさの調整やフィルター加工などの編集機能が充実しており、パソコンにインストールしてから使用するソフトであるため、オフラインでも使えて便利です。操作も簡単で、サムネイル作成に必要な最低限の機能を利用したい人に向いているソフトです。次は、サムネイル作成におすすめな有料ソフト2つを解説します。サムネイル作成におすすめな有料ソフトは、ハイクオリティの YouTube サムネイルを作りたいと考えている人に、この有料ソフトがおすすめです。無料ソフトより編集の自由度が高くなるため、おしゃれなサムネイルが作成できます。ではそのおすすめ有料ソフトは、パワーディレクターと Adobe Photoshop の2つです。上級者は Adobe の Photoshop を使うユーザーが多いですね。Adobe は他の Adobe ソフトと連携ができ、ワンクリックで他のソフトが起動してすぐ作業に入れるため、お仕事で利用される方が多いです。ではまず先に、パワーディレクターですね。このパワーディレクターは動画編集ソフトの中でも高い人気を誇り、シンプルな操作性とテキストの入れやすさに定評があります。動画のワンシーンを切り抜いて作成したい場合に重宝しやすく、Windows と Mac にも対応している点から多くの人に好まれています。何より、パワーディレクターはシンプルなレイアウトとなっているので、目的の機能が一目でわかるという点が特徴です。さらに直感的な操作がしやすいのが人気の理由ともなっていますので、これはおすすめです。そして次は、Adobe の Photoshop です。この Photoshop は、グラフィックデザインに携わる企業やプロの方たちが愛用している人気のソフトで、高度な画像編集が可能なソフトでもあり、画像編集を本気で取り組みたい人におすすめです。高度な画像編集機能が備わっている他にも、表現の自由度が高いため、オリジナリティを出したい場合に使う人が多いです。ただし、機能が豊富である点や、自分のセンスが試されるっていうこともあって、初心者には扱いづらいと感じられることも多いです。さらに同じ Adobe 社のプレミアプロやアフターエフェクトと組み合わせると、ハイクオリティな動画を作ることができます。プレミアプロは YouTube 動画の制作にも適していますので、登録者数が増えてきた段階で利用するのもおすすめです。ただ高額なので、そこは十分理解した上でご利用ください。それでは最後に、YouTube のサムネイルは作り方を覚えれば、初心者でも作成できるっていうことです。YouTube のサムネイルの作り方は、この3ステップになります。1、画像編集ソフトを用意する。2、
背景素材となる画像を用意する。3、動画の内容を伝えるテキストを入れる。サムネイルは動画再生回数を伸ばす。チャンネル登録者数を増やすためには重要なポイントです。ただ単純に作成するだけでなく、自分の配信する動画の内容がわかりやすいように作成を行うことで、多くの人の目に留まりやすくなります。この動画で紹介したコツを押さえながら、ぜひ、挑戦してみてください。それでは今日はここまでとなります。最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。今後も YouTube 運営、頑張っていきましょう。ではまた、次の動画でお会いしましょう。